ございます。今回は様々なジグのフォールテストをやってみました。ここに載ってるジグを順番に落としていきます。それでは行ってみましょう。今回ね、フォールのテストをしようと思ったのは、最初の水中動画を撮った時にほぼ全て、フォールで食ってきてたんですね。で、やっぱり重要だなっていうので、今までね、そのジグが海中でどういうふうに動いてるかっていうのを、確かめては来なかったっていうところもあって、実際どういう動きしてるのかを見てみたいなと思って、今回やってみました。途中ね、バイトシーンがあったり、最後にまとめもありますので、最後までご覧ください。結果から先に言うと、正直ね、残念な結果ではありましたね。表層で落とす時にジグがどんな動きするのかなっていうのを皆さんそれぞれやったことはあると思うんですけど、結局表層では動いてても実際ね落としていくと、だいたい水深2、30メーターで、ジグの動きが止まってくるっていうのが現状ですね。よく動くジグでさえも5、60メーター。これカメラのね、抵抗などもあるので何とも言えないんですけど、カメラないテストも実際やってみたんですね。だいたいフォールで4秒から6秒ぐらい着底が遅れるっていう感じですかね、カメラついてると。なので多く見積もっても10メーター、20メーター近くまで実際は動いてるっていう感じですかね。今このジグは SFC のレクターですね。半分がオールグロになってます。で、バイトシーンはね他にもあったんですけど、がっつりかかったのはこれだけで、フロントから結局頭から飲み込もうとして上から来てフロントフックにかかってる感じですね。すごい暴れ方をするなっていうのは思いましたね。ここまで結構もう思いっきり暴れるんだなっていう。もう向こうもね命がけなんでね、もう右でしようが何しようが逃げたいっていう感じなんでしょうね。で、これゼスタのフレアですね。すごいデザインはねかっこよくていいなとは思うんですけど、11メートルですぐ止まってしまって落ちていくと。これだとなかなかやっぱり食わないですね、フォールで。そんな中でもね、コジャント、このジグはねよく動きましたね。こういうジグだと下で海底でしゃくってもいい動きするんじゃないのかなっていうふうには思いますね。結局すぐ止まってしまうジグっていうのは海底でもしゃくってもそんなにいい動きがしない。海底だとやっぱり水圧とその PE の抵抗もすごくあってなかなか動きづらいと思うんですよね。で、やっぱり表層からある程度動くジグっていうのは、動きのいいジグっていうのは海底でもやっぱり動きがいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。このゼスタのフラップも回収の時にバイトがありましたね。後で出てきます。これ回収の時なんですけど、やっぱりカメラにバイトをしてきましたね。ライトがついてるのって強いんですかね。何かねそのライトでテストもしてみたいなというふうに思いますね。次回ちょっといろいろ考えて提案したいなと思います。
このね、メジャークラフトのジグパラバーチカルロングってスローではよく使ってて、これまで一番数釣ってるジグじゃないですかね。いろんなジグ持ってますけど、その中で最も安いジグなんですけど、それでもこれで多分数百匹釣ってるジグですね。それぐらいよく釣れるジグだと思います。すごくお買い得かと思いますね。シマノのねバタフライウィングもよく釣れるんですけど、このバーチカルロングにはもう勝てないですね。多分ジグってやっぱり値段ではないんですよね。もう実績が全てになってくるので、自分の中ではもうスローだと必ずバーチカルロングを使うようになってますね、パイロットジグとして。このジグはね、なんかあんまり知名度はないんですけど、大ぶりで30センチぐらいあるのかな、30センチ弱ぐらいなんですかね。GT とかカツオ、あと根魚っていうのが結構上がりますね。どっちかというとカンパチの実績はあんまりないジグですね。多分今回使った中で一番このジグが動きがいいんじゃないかなと思いますね。すごくこう水の抵抗をうまく捉えて落ちていくなっていう印象ですね。これだと海底でもいい動きするんじゃないのかなと思います。あんまりね実績ないので使っては来なかったんですけど、ちょっとこれから使ってみようかなっていうふうに思いましたね。最後まとめになるんですけども、今回よく動いてたのがコジャントとスロースキップとバタフライウィングですかね。その辺がよく動いてて、それ以外は似たり寄ったりなイメージですかね。もう早速結論なんですけど、ジグの形状は釣果に大きく影響しないと。何が言いたいかっていうと、ジグがそんな単体ではバンバン動かないっていうのが今回のテストでよく分かったので、やっぱり自分のヒットパターンだったりとか止めだったりとか食わせだったりっていうのを磨かない限りは釣果が伸びないんだなっていうのは思いました。ただやっぱりそれだと答えにならないので、いかに魚を釣り上げるかヒットさせるか食わせるかっていうのを、前々回に上げた動画、水中動画でただカメラを落としてて、黒いカメラを落としてるだけでバンバンバイトしてくるっていうシーンがあったと思うんですけど、光なのかグローなのか何かね、そこにヒントはあるのかなっていうふうに思ってて、ちょっと次かその次なのか分かんないですけど、考えてテストして、皆さんと共有できたらなというふうに思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。今回の動画はいい結果が報告できなかったんですけども、何かの足しになれば幸いです。これからまだまだいろいろテストやっていきたいと思いますので、ご視聴の方どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お楽しみに。